松本時代の日本画、渡米後のネットペインティング、ソフトスカルプチャー、映像作品、インスタレーション、あとは大型彫刻作品など各時代、また同時期にもいくつもの傑作を残してきています。常に自分自身の作品の成果を新たな作品によって更新し続けているのが草間彌生の凄さだと思っています。その中でも2009年に描き始められた我が永遠の魂シリーズが草間彌生の現在であり、またこれまでのキャリアがあったからこそ表現できる世界だと考えています。少女期から温め続けてきた彼女のイメージが一気に表出しているかのような、奔放かつ繊細な表現に心奪われます。草間が壮大な創作活動の集大成として位置づけて取り組んでいるこのシリーズが私は最高傑作だと思いますし、そしてこれからもその記録は草間彌生自身によって高い領域に塗り替えられていくことだと思っています。草間は幼少期から自分の心の中から浮かび上がってくるイメージを描き続けてきたと思います。それは草間自身にしか感じられないものであって、とても苦しいイメージでもあったそうです。それを家族や周りの人たちに理解してもらいたい、また理解してもらわないと自分が保てなくなるような強迫観念もあったと思います。どう表現すれば理解してもらえるのかという問いに向かい合ってきたのではないかなと思っています。日本画の技法を学んで、またその上で、20歳頃から独自の表現方法へ移行していきます。直情的に描いた、膨大な作品には自分のことを理解してほしい、また認めてほしいという欲求があふれているように感じます。自身の心と向かい続ける、苦しい日々だったと思いますけれども、その自己分析の繰り返しによってイメージはより明確にまた集約されていくことで、その後の水玉網目へとつながることができたのではないかと考えています。1952年に初めて開催した展覧会は、会場の壁を埋め尽くすように200点を超える作品が配置されていたようです。この展覧会によって草間は草間彌生という作家の存在を、周囲は意識するようになったんだとは思いますけれども、おそらく真に草間の作品を理解している人は当時は少なかったかもしれません。ただその中でも松本市にある信州大学の精神科の教授であった西丸志法との出会いはとても大きな出来事だったと言えます。偶然草間の個展に訪れた西丸志法は、こんな山に囲まれた地方都市でこんなに素晴らしい抽象画を描くアーティストがいることに驚いたそうです。西丸は草間との対話の中で草間が抱える心の苦しみを見抜いて、そして彼女を世に紹介する努力をしてくれました。その年の学会で草間の作品を会場に持ち込み、紹介してくれたことで、多くの人に草間彌生という個性は周知され、草間はその後の東京での個展のつてを得ることができました。そして、後に渡米に際しても西丸は草間を助けてくれています。西丸との出会いは偶然だったかもしれませんけれども、その機会を引き寄せたのは間違いなく23歳の草間彌生自身だったと言えるでしょう。20歳で描いた日本画の大作、残雲は、枯れたひまわりのような植物が前景に配されて、血のような色の陰鬱な地平線であったりとか、もしくは水平線が、描かれて遠くまで続いていくというものです。草間が意識的に自分に制御できない心のイメージを描こうとしていたということは、結果的にシュルレアリスムとの共通点であったかもしれません。20代の頃は特に多様な表現を模索している時代だったので、その中で多くの偉大な作家たちの作品に影響を受けているとは思います。ただ、草間の表現方法はあまりに多様であって、私たちの分類に収まりきらない幅を持っていると思います。シュールレアリスムと交錯する部分はあったとしても、それが全てではなくて、おそらく草間の一側面であると考えています。
草間が苦しみと葛藤をそのまま表現していたとすれば、多分現在の評価にはつながっていなかったのではないかと思います。草間はそれらの、ある意味負のイメージを自分の芸術によって乗り越えて、そしてさらには愛、平和、永遠というメッセージを携えた作品へと昇華してきました。例えば、私の後ろにある、大いなる巨大なかぼちゃは、草間を苦しめた心のイメージを整理して生まれた水玉。そして彼女が苦しくて飛び出していった故郷、松本の環境にあった植物が結びついて生まれたものです。それにもかかわらず、この作品を前にして多くの人たちは歓声を上げて笑顔になります。それは草間彌生の永遠の愛が作品に込められているからだと思います。戦いの末に手に入れたものでありながら、草間はそれを惜しげもなく世界中に発信しているからこそ、その作品は世界中で愛されているのではないかと思います。この度のドイツグロピウスバウにおける盛大かつ有意義な個展の開催、誠におめでとうございます。草間先生のご活躍を生誕の地松本としても心から喜んでおります。現在、世界中の人々は自由な行動を制限されていますけれども、この苦境を乗り越えるためにも、草間先生の芸術やメッセージは力を発揮してくれるはずです。また、困難を乗り越えられたとき、多くの方が草間彌生の、作品との出会いを求めて、世界中から生誕の地松本にも足を運んでくれることを楽しみにしています。ぜひこれからも世界中の人たちに愛、平和の大切さを歌い上げるような作品を生み出してくださることを願っております。